楽しく効率的に勉強しましょう。皆さんこんにちは、レオンです。今日は日本のホテルに泊まります。一緒にホテルで使用する日本語を勉強しましょう。まず、チェックインですね。皆さん、ホテルの人に何と言いますか？そうです。チェックインお願いしますと言います。じゃあ行ってみましょう。すみません。チェックインお願いします。いらっしゃいませ。お名前をお願いします。レオンです。レオン様ですね。予約の確認をします。はい。シングルルーム1泊ですね。パスポートを見せてください。はい、どうぞ。皆さん、朝ごはんの時間を聞きたいです。何と言いますか？朝ごはんは何時からですか？ですね。聞いてみます。朝ごはんは何時からですか？朝の7時から9時までです。どこですか1階のレストランです。わかりました。ありがとうございます。こちらが部屋の鍵です。部屋は5階の502号室です。502ですね。ありがとうございます。エレベーターはあちらです。はい。さあ、部屋に行きましょう。5階に着きました。502号室は、ここですね。鍵を開けます。わあ、綺麗な部屋ですね。ベッドと机とテレビがあります。日本のホテルには便利なものがたくさんあります。まず、スリッパです。部屋の中では靴を脱いでスリッパを履くとリラックスできますよ。それからベッドの上に服があります。これはパジャマです。浴衣のホテルもあります。ここに冷蔵庫があります。冷蔵庫の中に水と冷たいお茶があります。これは無料です。嬉しいですね。お湯を沸かして温かいお茶やコーヒーを飲むこともできますよ。次はお風呂です。部屋の中にもお風呂とトイレがあります。シャンプーや石鹸、歯ブラシもあります。これをアメニティと言います。とても便利ですね。でも、このホテルにはもっと大きいお風呂があります。大浴場と言います。日本人は大きなお風呂が大好きです。フロントに電話をしてお風呂の場所を聞きましょう。はい、フロントです。すみません。大きなお風呂はどこですか？大浴場ですね。2階にあります。2階ですね。何時までですか？夜の12時までです。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、タオルを持って2階へ行きましょう。ここですね。男と書いてあります。男の人の入り口です。日本のお風呂には大切なルールがあります。まず、ここでスリッパを脱ぎます。服も全部脱ぎます。水着は着ませんよ。そして、お風呂に入る前に体を洗います。
それから、お湯の中にタオルを入れてはいけません。皆さん、覚えてくださいね。じゃあ、お風呂に入ってきます。はぁ、気持ちよかったです。お風呂の後は冷たい飲み物が飲みたいですね。あそこに自動販売機があります。日本のホテルには大抵自動販売機があります。何を買いますか？水、お茶、コーヒー、ジュース、たくさんありますね。私は冷たい牛乳を買います。日本ではお風呂の後に牛乳を飲む人が多いです。はぁ、美味しい。おはようございます。朝です。今から朝ごはんを食べに行きます。1階のレストランですね。おはようございます。おはようございます。朝食のチケットをお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。あちらの席へどうぞ。日本のホテルの朝ごはんはバイキングが多いです。好きな食べ物を自分で取ります。パン、卵、サラダ、果物がありますね。ご飯と味噌汁もあります。日本の朝ごはんです。美味しそうですね。じゃあ、いただきます。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。部屋に帰りました。あ、スマートフォンの充電器がありません。カバンの中にありません。家に忘れました。皆さん、ホテルの人に借りたいです。何と言いますか？充電器を貸してくださいと言います。フロントに電話しましょう。はい、フロントです。すみません。スマートフォンの充電器を貸してください。かしこまりました。スマートフォンの種類は何ですか？ iPhone です。はい、すぐにお部屋へお持ちします。ありがとうございます。お願いします。あ、来ました。お待たせしました。充電器です。ありがとうございます。助かりました。他に何かありますか？いいえ、大丈夫です。ホテルの人はとても親切ですね。困った時はフロントに電話をしてくださいね。さあ、そろそろチェックアウトの時間です。日本のホテルは朝の10時か11時にチェックアウトします。部屋を出る前に忘れ物をチェックしましょう。机の上、ベッドの下。大丈夫です。鍵を持ってフロントへ行きましょう。すみません。チェックアウトをお願いします。かしこまりました。お部屋の鍵をお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません。荷物を預けることはできますか？皆さん、荷物を預けることはできますかは、とても便利な言葉です。ホテルを出た後、少しホテルの周りを見て回りたいことありますよね。そんな時は、ホテルに大きな荷物を置くことができます。はい、かしこまりました。何時までですか？午後3時までお願いします。午後3時ですね。
こちらの番号のカードをお持ちください。はい、わかりました。ありがとうございます。じゃあ、行ってきます。ありがとうございました。いってらっしゃいませ。皆さん、日本のホテルはどうでしたか？チェックインをお願いします。朝ごはんは何時からですか？荷物を預けることはできますか？今日、たくさん日本語を勉強しましたね。日本に旅行に来たとき、ぜひ使ってみてください。それでは、今日の動画はここまでです。また次の動画で会いましょう。さよなら。お疲れ様でした。音読やシャドーイングを行うとさらに学習効果が高まります。ぜひ繰り返し聞いて練習してくださいね。アウトプットの場としてぜひこのチャンネルのコメント欄を使ってください。それでは次回の動画でお会いしましょう。